いや、すごいわ。これ8点オプションパーツ買って7850円ですよ。安いと思いません？これフルボールベアリング、フルベアリングセット16個入って1500円。これスプリングセット12本入って1200円。このアルミのプロペラジョイント、これ結構難しい加工してますけど600円ですよ。これはタミヤさんの企業努力なのか、僕が買い物上手なのか分かりませんけど、広坂雅美です。今回新橋にありますタミヤプラモデルファクトリー行きまして、この RC カー買ってきました。 TT02B バギーですね。今度 G フォースの大会 GFCC に参加するためにこの車を買ってきました。これからこの車を組み立てていきたいと思います。実は僕1月にも1台車を入手してまして、ファイヤードローンっていうんですけども、さらにもう1台購入したんですね。なぜかと言いますと、新橋店のスタッフの小島さんもおっしゃられてましたけれど、これには透明のボディが入ってるらしいんです。ちょっと確認します。これです。これが入ってるので、これを選びました。なぜかと言いますと、わかります？そうなんです。これをまさみカラーにしたいんですよね。で、まさみカラーのタミヤマシンを使ってレースに出たいんです。なので、このキットを選んだんですね。僕あんまり結果が出る前に綺麗事を言うのが好きではないので、ここちょっとオフレコでカットしてもらいたいんですけど、僕、このラジコンの業界で仕事をするにあたってのモットーというようなものが自分の中であって、それは一緒に働く人たちの家族にも喜んでもらえて、それで外部の方にもより多くの方に喜んでもらえるようなことを基本的にしていきたいっていうふうに考えているんですね。ですのでそれは商品を作ることももちろんそうですし、この車でレースに出場することもその一環なんですね。で、この車を自分で買いに行って自分で作って自分でレースに出て、そしてその後自分の魂がこもったような車、それを欲しい方誰かにプレゼントできたらいいなと思って、それでこの企画考えたんですね。車を買おうと思えばおそらくスマホでポチポチすれば次の日には届いていると思うんですけれども、それをあえてタミヤさんに買いに行ったというのも、そのより僕の強い思いが皆さんに伝わるかなと思ってそんなにさせてもらったんですけど、それでその証拠というか残したいという思いもあって、実際に買ってるところを撮影させてもらったんですけど、これ店内を外部の人に撮影させて放送させるっていうのはお店にとってみたらものすごく大事で、おそらく今回の申請は通らないだろうと、許可もらえないだろうと思っていました。で、せめて断られたらせめて写真だけでも撮らせてもらってお店で買いましたよっていうのを残したいなと思っていたところ、ご承諾いただきましたので、タミヤプラモデルファクトリーさんの中で動画を撮らせて公開させてもらうことになりました。まだカットしてくださいね。で普通店内って有線放送が流れていて、その曲が入り込むとテレビとか YouTube では使えなくなるじゃないですか。で、なので当初は10秒ぐらい使って、5秒とか10秒ぐらい使ってその BGM を流して、有線をカットして音をカットして BGM を流して買ってる雰囲気を撮らせてもらえばいいかなと思っていたところ、実際に撮影が始まったらその有線の音声が聞こえなくなったんですね。これはスタッフが気を利かせてくださったが、機械が壊れてたか、どっちかだと思うんですけど、ですのでバッチリと店内も撮影させていただくことができました。で、ここから繋いでもらいたいんですけど、それではこの車を
作っていくんですけれども、ただ作るだけではなくて、パーツ、いろんなオプションパーツを選んできましたので、それを組み込みながらなぜこのパーツを選んだかというのも説明しながら、紹介しながら進めていきたいと思います。では、行ってみましょう。このボディ、僕が世界選手権の時にずっと塗っていただいてた方がおられるんですけども、その方に頼んでグリーンのファイヤーパターンで仕上げてもらいます。もう想像するだけでワクワクが止まりませんね。僕タミヤさんの車でレースに出たことは結構あるんですけど、自分で作ってレースに出たこと初めてなんですね。出るっていうのは初めてなんですね。だからあんまり結果には期待しないでください。ただボディも含めてですけど、僕の魂を込めて車を作りますんで、きっと誰かが欲しくなるような車になると思います。まず一番初めに出てくるのがプロペラシャフトなんですね。これなんですけど、これスチール製で、僕が買ってきたのはこれアルミ製なんですね。これ2本使うんですよね。重量がノーマルは 16g、 これが 8g ですよ。半分になる。駆動系で 8g って結構大きいですよ。それからベアリングなんですけど、この標準はメタルギアとあとプラスチック製が入ってるんですけど、これをベアリングに変える。この辺はもう確実にスピードアップですね。時空鏡をベアリングに交換すると、なぜスピードがアップするの？回転抵抗が大幅に低減されるため、回転部分のロスが減り、結果的にスピードや走行時間が伸びるんですね。タミヤさんのね、ビスってタッピングなんで、この樹脂に入れやすいんですよね。簡単に入っていくんで、キュッと締まるから、これはいいですよね。でタッピングはあんまり回数回さなくていいので、組み立てるのも楽ですね。しかもこれプラスドライバー100均で買ってきたんですけど、僕十分ですね、100均で。タッピングって何？樹脂同士の接合に使われる目の粗いネジのことです。次にこれですね、プロペラシャフト。これをアルミ製に変えます。ノーマル 7g、アルミ製 8g。重量はそんなに変わらないんですけど、これはもう明らかに強度が違いますね。たわみがね。ですね、車のレースポンスは良くなるでしょうし、おそらく耐久性は上がると思いますね。おそらく加速も良くなるでしょう。ちなみにこの工具、100均で買ってきたんですけど、ネジがうまく合わないのでタミヤ製に変えました。締めやすいです。プロペラシャフトをアルミ製に変えると、なんで耐久性や加速が良くなるの？たわみやねじれに強くて硬いアルミ製への交換は耐久性や効率の意味でも有効ですね。いいですね。ガタもほぼなくなりました。ピックアップも良さそうです。これダンパーなんですけど、これは車につけて良さそうなのを選んで、あとは現地で走らせてみて変えていく感じですね。なんかノーマルでもそのままでも良さそうです。これでだいたい車は完成したみたいなんですけれども、ここでサーボを積まないといけないんですが、これ G ホースのサーボ GDS0812 というサーボを作りました。この車におそらくぴったりですね。サイズもそうですし、性能もそうですし。で、ここのセレーション、これ25枚で、キットについているタミヤタイプのホーンが合います。タミヤ双葉って書いてますね。これがぴったり合うはずです。合いますね。ぴったりですね。で、今回オプションで買ってきたハイトルクサーボセーバーをこれにつけます。ハイトルクサーボセイバーに交換すると何が良くなるの？ステアリング操作のダイレクト感が増して操作感が向上します。 G ホースのサーボ樹脂ギアですので、必ずこういうサーボホーンにはサーボセーバーを使うことをお勧めします。それでもうかなりサーボが壊れる確率が減りますんで。なぜサーボセイバーが必要なの？サーボの破損やダメージを防ぎ、負担を軽減させるために装備されています。
で G フォースについているサーボのビスをそのまま使ってみましょう。ちょっと短いかな。これオプションのは少し分厚いので、これタミヤさんのキットについている 2.6×10mm のビスがいいですね。これだ。プラスドライバーがぴったりなってないと締められないですね。OK。いや、もうすぐ完成。これもう明日にでもやったべ行って走りたいわ。これ本気のレースだったらタイヤね、こうやって張りますね。ちょっと幅が狭くなるんですよ。それで径が大きくなるんですね。そうするとギア飛行艇のレースだったらスピードが上がるんですよね。まあやりませんけど。タイヤの径を大きくするとなんでスピードが上がるの？タイヤが1回転した時に車が進む距離が伸びるので、同じ回転数であればスピードが上がります。このバッテリーを抑えるバッテリープレート、これちょっと剛性が上がるんじゃないかなと思うんですけど、あんまり変わらないかな。意外とこのシャーシの剛性結構ありますね。もっとふにゃふにゃかなと思ったら結構硬いですね。一応重量も測ってみますが、16g。軽っ。9g。完成しました。車体部分。これに受信機、それからモーターネオファーストの 21.5 ターン、それから ESC は BLC50 のマサミエディション、これをつけます。これパンチあるんですよね。それからバッテリーは 4200mAh 以下と決まっているので、これ2択かなと思うんですけどね。4100のこのストレートパックタイプか、3800の角型タイプのちっちゃいのですね。これはもう実際どっちも乗るので、現地で走らせてみて速い方にしようかなと思います。そしてボディですね。これは世界選手権仕様のグリーンにファイヤーにします。ちょっとだけ練習しに事前に行きたいと思います。で、その模様をですね、レースの前に公開したいと思いますので、そちらの方もお楽しみください。それではまた次の動画です。